皆さんどうも、オクタートです。やっぱりね、夏といえば森林浴ですよ。川のせせらぎが聞こえて、こう木漏れ日を浴びてね、そよ風でこう木々が揺れて、またその音がすごい心地いいんですよね。まあなんてわけないんですよ。ここはジャパンですからね。ジャパンの夏といえばこれですよ。このセミね。すごいなマジで。もう至るところでミンミン言ってるからね。今日はね、このセミの音を、綺麗に取り除く方法っていうのを皆さんにね、ちょっと、伝授できればなと思います。じゃあ、ああ、もう。はいどうも、クサートでございます。さあ、今は盛大にセミが鳴いているんですけどね。はい。うまく、このセミの音を消せていたら、きっとね、皆さんには、綺麗な僕の声が、綺麗な僕の声。綺麗な僕の声ではないんですけど、僕の声が綺麗に聞こえていると思います。はい。はい、というわけで、今日はですね、皆さんにセミの鳴き声をきれいにね、除去する方法っていうのを、ちょっと紹介したいなというふうに思うんですけれども、今見てもらったね、動画の左上の方にセミキャンセラーって書いてあったと思うんですけど、今日ね、紹介する方法っていうのは、何もセミの鳴き声に特化した方法っていうわけじゃなくて、セミ以外の様々な場面でも、ノイズを除去したいときに、使える方法になってます。朝ごはんです。朝ごはんです。後処理でね、ノイズカットをするっていうような方法は、大きく分けると、3つぐらいあるかなと思ってて、一つはね、イコライザーを使って不要な音が鳴っている、周波数の、音量を下げてカットするっていう方法が、よく使われるかなと思うんですよね。で、メジャーな動画編集ソフトであれば、こういったね、イコライザー機能はついていると思うので、この方法がね、最も低コストで、簡単に実現できるかなというふうに、思うんですけれども、ただね、ヒスとかハムノイズって言われるような、一定の周波数で鳴り続けるノイズ以外にもね、正直、あんまりね、いい結果が得られないことが、ちょっと多い気がするんですよ。で、二つ目は、動画編集ソフトや、オーディオ関係のソフトをお持ちであれば、すでにそれらにね、ノイズ除去機能っていうのがついていたりすると思うんですけれども、僕がね、試した中で一番良かったのは、Adobe のクリエイティブクラウドに含まれているオーディションっていうソフトで、それのね、クロマノイズ除去っていう機能を試してみたんですけど、完璧っていうほどではなかったんですけれども、ただ特に細かな設定をせずに、かなり綺麗にね、除去できてたと思います。取り除けていたら僕の声が綺麗に聞こえてると思うんですけど、さて果たしてどうなっているんでしょうか。で、3つ目となると、やっぱりね、その専門のツールを使うっていう方法になるんですけど、今回僕が使ったツールが、それがですね、アイソトープの RX9 っていうツールになります。界隈では有名なツールなので、すでにね、ご存知っていう方も、結構いらっしゃると思うんですけれども、僕はね、このツール実は知らなくて、購入したのがね、1年くらい前で、しかもね、最初買うのを結構ためらったんですよ。で、なんでかって、このツール、すべての機能を、フルで使える、アドバンスド版っていうのがあるんですけど、それがですね、13万8000円と、正直かなり手を出しにくい価格なんですよ。でね、本当にそれだけのお金を払う価値があるのかって、最初はね、すごい悩んだんですけど、今となってはですね、僕も結果的に買って非常に良かったなというふうに思っているので、今日はですね、この RX9 のいくつかの機能っていうのを、皆さんにね、紹介していきたいなというふうに思います。ちなみに今日の動画はですね、アイゾトープがスポンサーというわけではなくて、この RX9 は僕ちゃんと自腹購入して、おります。
ただこの動画はですね、アートリストの提供でお送りしております。で、アートリストはクリエイターのための著作権フリーの楽曲だったり、サウンドエフェクトっていうのを提供してくれるサービスになってます。で、著作権フリーの音楽を提供してくれるサービスっていろいろとあると思うんですけど、実はね、その楽曲を利用できる範囲っていうのは、これね、サービスごとに結構違っていて、例えば自分のソーシャルメディアアカウントじゃなくて、クライアントの SNS だったり、店頭とかで使用するって場合、あとはね、広告利用する時とかは、よくね、別途費用になったりするんですよ、これは。で、アートリストは、いろいろプランはあるんですけれども、僕も入っているクリエイタープロっていうプランは、月額16ドル60セントで、どんなクライアントだろうが、広告だろうが、テレビ CM だろうが、音楽を無制限にダウンロードして利用することができます。なので、僕もクライアントワークだと、アートリストを利用する機会っていうのが、一番多いかなと思います。後からクライアントさんが、ちょっとうちのSNS でも公開していいですかとか、あとは店頭で使わせてほしいとか、で、そうなってきた時に、すいません、ちょっとその範囲はカバーできてないんです、みたいなことに、ならないので、僕自身も非常に楽だし、クライアントさんにとっても、メリットがあるかなというふうに思うので、映像でお仕事をやられてる方にとっては、非常におすすめのサービスとなってます。というわけで、アートリストが気になるという方でですね、ぜひ僕の概要欄の方から、チェックしてみてください。はい。というわけで、それではお待たせしました。じゃあ早速ですね、今日は RX9 の実力を皆さんにお見せできればなと思うんですけれども、まずセミの鳴き声を除去したのは、アドバンスト版にしかないダイアログアイソレートっていう機能で、これはね、人の声とそれ以外っていうのを、綺麗に分離するっていう、そもそもそういったツールなんですよ。はい、どうも、クサートでございます。Adobe Audition で処理したものも、それもそれですごいなと思ったんですが、それと比較しても、ほとんどね、もうセミの鳴き声っていうのがもう聞こえないので、かなり高精度に声とそれ以外っていうのが分離できてるのがわかるんじゃないかなと思います。今は盛大にセミが鳴いているんですけどね、取り除けていたら僕の声が綺麗に聞こえてると思うんですけど、ただね、やっぱりベストな結果を得ようとすると、音声収録時に声がね、ノイズに埋もれてないようにする必要があって、冒頭で見てもらった映像だと、ちょっとね、僕とマイクの距離が、結構ね、距離があったので、少しノイズに僕の声が負けちゃってたんですよね。なので、そこから抽出すると、少しちょっとなんか声が変な感じになっちゃってはいたんですけど、皆さんどうも、オクタートです。本来ね、ああいったちょっとカメラと距離がある場合だと、カメラのオンマイクじゃなくて、ピンマイクとかをね、使った方が、いい結果が得られるんじゃないかなとは思うので、そこさえ気をつけておけば、本当にめちゃめちゃ精度高く、これはね、ノイズをカットできる機能だと思います。また、自分の声以外を完全に除去するんじゃなくて、環境音をね、うっすら少し残しておきたいなんていう場合には、左にあるスライダーが、声のスライダーになってて、で、右にあるスライダーが、その声以外の、音のスライダーになっているので、はい、どうも、クサートでございます。さあ、今は盛大にセミが鳴いているんですけどね、はい、うまくこのセミのこの2つをね、ミックスして、いいバランスに調整して、動画で使うことができます。あと、RX9 は、スタンドアローンでも使えるし、あとは VST とかオーディオユニットといった、プラグイン形式で、主要なプレミアとか、ファイナルカットとか、ダヴィンチでもね、使うことができるので、そういったプラグインとして使う場合はね、これリアルタイムにも使うことができます。ただ、多少ちょっとレイテンシーが出てきちゃうので、動画を書き出す直前にその設定をするか、もしくはね、ダヴィンチだと、フェアライトのタブに行って、で、音源を右クリックして、で、そこのメニュー内からね、直接スタンドアローンの RX9 に送って、で、向こうで保存すれば、自動的にこっち側でもね、その結果が反映されてるって言った連携ができるので、これはね、非常に便利で、僕もこのやり方で結構使ってます。このね、RX9 の凄さは、それ以外にも、風の強い日にね、マイクが拾っちゃう、ウィンドノイズがあるじゃないですか、ボボボボボボとかっていうやつ。あれをね、除去する機能があったりだとか、お腹いっぱい。さっぱりした。お腹いっぱい。さっぱりした。あとはエコーですよね。部屋の中ですごく音が反響しちゃうような、ああいったルームエコーを除去したりだとか、僕のチルタイムといえばやっぱお家かなということで、はい、ちょっとね、今日は家でそんな、写真を撮っていきたいなというふうに、思いますと。あとはリップノイズっていうんですかね。人が喋るときに出ちゃう、なんかちょっとピチャピチャピチャみたいな、口の不快な音とか、あと息を吸ったりだとか吐いたりだとか、
不快な音とか、あと息を吸ったりだとか吐いたりだとか、様々な音に関する問題だったりだとか、または失敗、そういったものに対処することができます。問題をね、根本的に解決しようとすれば、例えばね、YouTube の動画を普通の家で撮影する場合、これね、エコーを例えば除去するってなってくると、サウンドパネルを導入したりだとか、なんか外からの音をカットするために窓を二重窓にするとか、そんなことをしてるだけであっという間に数十万とかっていうお金はかかってくるわけですよ。あまりにもノイズがひどい音を修復しようとすると、声とかは多少ロボットっぽくなっちゃったりするんですけど、それでも、そのノイズが入ってるよりはマシだっていうケースにおいては非常にね、有効なツールかなというふうに思います。万人にとって13万円を払ってこのソフトを買う、価値があるかっていうと、僕もそれは思わないし、っていうか趣味レベルだったら本当に音にこだわってる人以外はAdobe Audition のレベルで全然十分だと思います。以前に某アイドルのVlog 動画を撮った時にですね、その日めちゃめちゃ風が強くて、マイクがね、このウィンドノイズっていうのを盛大に拾っちゃってたんですよ。で、それをなんとかならないかっていう風に相談されて、で、それがね、きっかけでこの RX9 っていうのを、買いましたね、僕も。というわけで、今日の動画はね、このアイゾトープの RX9 っていうのが、業界では定評のあるそのオーディオリペアツールということで、それの実力がどれほどのものかというのを、皆さんに伝わればいいかなというふうに思って、今後のいざという時の参考になればいいかなと思ってます。はい、というわけで、本日の動画は以上となります。また次の動画でお会いしましょう。ピース。